2台とも絶対なきゃ生きていけないボーイズ&ホイールズ TV、 今回もガールズ&ホイールズ TV でお送りします。前回に引き続きゲストはまいまいさんです。よろしくお願いします。では2台目、こちらは何ですか？シボレーのシェビーバンです。年式は1992年です。では購入したいきさつを教えてください。車中泊とかできる大きめのアメ車がずっと欲しくて、つながりのあった兵庫県にある車屋さんの方で DM のやり取りだけで購入して、試乗もせずに買ったんですね。もう写真だけ見て買いました。不安とかなかったんですか？不安はもともと私が乗ってるジムニーで少しお世話になってる会社さんだったので、なんかもう信頼感があったんで不安は全然なく、買いたいっていう気持ちが先走ってもう全然何にも心配しなかったです。アメ車を好きになったきっかけは何ですか？この一宮町に移住してきてから、やっぱりこの海沿いすっごいかっこいいアメ車がたくさん走ってて、みんなサーフボードを後ろに積んだりとか、なんかそういうのでアメ車ってかっこいいなって思って、サーフィンかけるアメ車ぴったしだと思って、アメ車欲しい欲がすごいことになりました。確かに今も映えてますよねはいでは特徴を教えてください。とにかくでかいです。フルサイズバンなので、車の中で全然立ってウェットスーツに着替えたりとか、頭もぶつからないので本当にでかいです。家です燃費とかどうですか？燃費意外とよくって、リッター 5.6 ぐらい走ります。はい。あとタンクもすごいでかくて100リットル以上給油入るんで、給油はいつも2回に分けて、1回カチッて止まってまたカード入れてもう1回入れるみたいな、それぐらい入る、すごいでかいです。じゃあ月に結構お金かかっちゃう気が。めちゃくちゃガソリンはかかりますねだからコストコでちょっと安くなったガソリンしか基本入れないです。シェビーバンの気に入ってるところを教えてください。ギーって開く三角の窓、運転席の横に窓があるんですけど、開ける角度によってすっごい風が入ってきたり、車の中の空気が外に出たりとか、渋い三角の窓がめっちゃ好き。あと木製のハンドルがなんかアメ車っぽくておしゃれで好き他に何かありますか？あとは車の中がフルサイズバンででかいので、後ろの後部座席の方がリビングルームみたいになっていて、そこで座椅子とかヨギボーを置いて、テーブル出してパソコン出して、YouTube の編集やったりとか、海を眺めながらランチ食べたりとか、もう家仕様のところがめっちゃ最高です。映えた生活してますねここはちょっとなって思うところってありますか？すごい雨降った日に車の中めっちゃ濡れてます。雨漏りしてるどの辺から？窓ガラスのところから雨漏りしたりとか、後ろのそのリビングルームのところもなんかちょいちょい濡れてたり、あとはやっぱりアメ車古いので、1回エンジンが突然止まっちゃうっていうトラブルもありましたね。突然動かなくなってシェビーバンレッカーされるっていうことがあったりとか。じゃあ大きい問題っていうのはその2点ぐらい？そうですね。でもそれ以外の大きな故障はそんなになくて、今のところまだ1回ぐらいしか大きな故障はないどんなシチュエーションで似合う車だと思いますか？やっぱり青い海、青い空、サーフボード、サーフィン、なんかこのカリフォルニアみたいな海外テイストなこのライフスタイルにめちゃくちゃ合うなと思ってます。もうまさに今ですよね。まさに今です。なんでこの2台なんですか？ジムニーは、普段使い、街乗り、仕事行ったりちょこっと買い物行ったりとかっていう時用で、シェビーバンはキャンプしたり車中泊したり、編集作業したり、もうキャンピングカーみたいな、なんかそれの違いで、ちっちゃいのと大きいのの2台。シェビーバンはもう本当マットレス引いて家仕様。今すごいそういいですよねまさに家です、2台の共通点何かありますか？角張っててかっこよくって、ちょっとこう男っぽさもあるような、そういう共通点、可愛らしさよりもかっこいいみたいなかっこよさが共通点かなって思います。確かに並んでたくましいですよね2
2台これ持ってて周囲の反応いかがですか？なんかやっぱりサーフィンと私の雰囲気にすごいぴったりで、なんか最近はマイマイといえばこのシェビーバン、マイマイといえばジムニーみたいな、なんかそんな結構私っぽいイメージ、反応はいいです、周りの。もう定着してるんですね。はいこの2台の使い分けどんな感じですか？主にこう車中泊したりとか遠出するときはこっち使うんですけど、やっぱり1泊とか2泊とかサーフトリップに行こうと思うと、水を浴びるのでポリタンクからシャワーからタオルから着替えからボードからすっごい使うものが多くって、あとは冬になるとウエットスーツもすごいかさばって、それをジムニーに積もうと思うと結構キャパオーバー、一人でも荷物パンパンだし、やっぱり波によっては長い板にしたり短い板にしたりって使い分けるので、できれば1回トリップ行く時に3本とか板を積んでいきたいんですけど、ジムニーは行けて上と中積みの2本っていう感じなので、そこでこう使い分けてます。ではシェビーバンに合わせたちょっとコーディネートあったら教えてください。なんかやっぱりちょっとこうクラシックな感じのサーフボード、90年代のサーフボードとか、あとこういうなんかちょっとクラシックなデニムのスタイルとか、あとはレジンアート、波をモチーフにしたレジンアートがすごい合ってて、シボレーのマーク、エンブレムがレジンアートになってるのと、あとは運転席の上のところがレジンアートになってて、あとはこのリビングルームのテーブルもレジンアートになってます。中が本当に映えてすっごい可愛らしいんですよ。なんか内装もすごい明るく運転するのがすごい楽しく感じますね。ではそんな素敵なシェビーバン早速乗っていきましょう。イエーイ。どうですか？うわ、意外と意外とすんなり運転できちゃってますよ早速乗ってみました。はい。うわ、すごい運転しやすいです。運転しやすいですよね。しかも意外とハンドルも径が小さい。ね、軽いし。女子でも運転しやすいですよね。ゆったりなんかのんびり。本当。この車乗るときは本当なんかゆっくりな速度でのんびり走るのがなんか気持ちいいな。確かに本当ですね。実際に移住してみてどうですか？本当に移住してよかったなってすごい思ってて、都内に住んでた時はやっぱりなんかお金が全てじゃないけど、なんかこう毎日毎日時間に追われて仕事してお金稼いでだけど遊べないみたいな時間に縛られてる生活をずっと送ってたけど、なんかこっちに移住してきてからはなんかそんなにお金なくてもやっぱりこの自分が楽しいって思えるような、自分に素直な生活をする方がなんかお金よりも大事なんだっていうのになんかすごく気づけたというか。いいな時間が止まってますよこっち。本当にそうすごいなんかそのゆったりしてなんかストレスを何にも抱えずに生きていくっていうのがすごい最高で、なんか皆さん海のねいる人たち見てると本当にそんな感じで時間がゆったり流れてて、でまた皆さん乗ってる車もいいんですよね。結構アメ車めっちゃすれ違いますよ ね。今日も何台もアメ車いっぱいいて、でも一番やっぱこのシェビーバン映えますよね。そうでかいから一番でかいしそう移住してから YouTube も始めましたよね。はい。どうです？なんかこういうライフスタイルにすることによってすごい最高で、毎日が幸せで、なんかもっとこういう生活したいけど踏み込めない、踏み出せない、実際どうなんだろうっていう人とかに私の生活ってこうだよっていうのを伝えたいとか、この楽しい自分をもっと発信していきたいなっていうのがきっかけで、YouTube やってみようっていうのを思って、そこから今のこの車と共に過ごすライフスタイル、サーフィン中心のライフスタイルっていうのを発信するようになって、なんかすごくみんな元気もらえてますとか、サーフィンやってみようと思ったとか、アメ車すごいかっこいいとか、なんか発信するのがすごい今楽しくて。移住してから1日のスケジュールってどんな感じなんですか？朝起きて
ちょっとトレーニングしたりとかして、で波が良かったらサーフィンしに行って、波が良くなかったら自分で YouTube 編集全部やってるので、そういう編集作業をやったりとかして、でちょっとこうはかどらせたいなっていう時は海辺に行って、後ろのダイニングスペースで海を眺めながらパソコン開いて編集作業する。それがめちゃくちゃはかどるんですよ。すごい。で波めっちゃ良くなってきたとか、波いいなってなったら、海に入ってリフレッシュして、でランチとか食べたりとかして、でまた編集やったり海入ったりとか、もうそんな感じで本当に海の近くで海中心の生活をするっていう一日。わあすごいな。でももう毎日そんな生活してるとすごい羨ましくていいなと思うんですけど、なんかお店もやってますよね。はい、お店も飲食店なんですけど、ナシチャンプルっていう飲食店を一宮町の駅の近くでやっていて、私すごいお酒飲むんですよ。すごいお酒好きなんで、なんかみんなとお酒飲んだりするような場所を作りたいっていうので、金曜日と土曜日だけバーの営業をやっていてっていう感じでお店もやってます。じゃあもうこのままそういう生活が続くといいなって感じですか？そうですね。ただやっぱりなんか結構一宮町って夏、今のこのシーズンとかサーフィンで観光客の人もすごい多いんですけど、冬になるとすごい本気のサーファーしか来ないんですよ。お店も暇になるので、それこそ年明けぐらいからしばらく海外にちょっと行っちゃおうかなとか考えてます。どこですか？インドネシアのバリ島が、そのお店やってるのもインドネシア料理屋さんやってて、やっぱりインドネシアのご飯すごい大好きなんですよ。だから新しいメニューを開発したりとか、バリ島あとは波がすごく良くて、サーフトリップ最高なんですよ。なのでバリ島でちょっと冬、日本が寒すぎる時期はやっぱり海も本当にキンキンで寒いんで、海外のこたつに逃げようかなと思ってます。いいですね。その時収入とかどうするんですか？今インスタ360っていうカメラのアンバサダーとかもお仕事としてやっていて、そういうカメラで撮った映像を、インスタとか YouTube とかで発信して、それがお仕事としていただいてるので、なのでどこにいても今仕事ができる。羨ましい。あと YouTube も今のバリ島の状況とかサーフトリップの映像とかをアップして、その SNS の発信っていうので、どこに行っても仕事はできるので、いくつか国を回ったりとか、そういう生き方もしてみたいなと思ったりしてます。サーフィンしててなんか怪我とかやっぱそういうのってないんですか？大丈夫ですか？テトラポットってはいあると思うんですけど、波の打ち消すやつですね。そう、波打ち消しのテトラポットに、あそこってすごいこう流れが強いタイミングがあって、シューって引き込まれちゃって、サーフィン中にで体がこうテトラポットの間に入っちゃって、ガリガリガリってもう背中と肩といろいろもう大出血の血まみれ大怪我みたいなやっちゃいました。事故した時にすぐでも YouTube 回して映像撮ったんですよ。テトラって危ないんだとか、海にこういう危険あるんだって分かってくれたら、それでなんか誰かの命が救えるんだったら、なんか絶対これ発信した方がいいと思って、なんかその YouTube は楽しいことの発信だけじゃなくて、そのサーフィンの危険性とかその命を守るっていう意味でもなんかもう私の使命だと思って、誰かの役に立てたらいいなっていう、なんかそういう発信でも YouTube やっぱなんか使えるというか、やっててよかったなって思いました。そう、この話を聞くまで本当に波打ちもう打ち消すためのブロックとしか思ってなくて、入る人にしかわからない恐怖っていうか、そういう怖さがあるんだなっていうのを知らなかったんで、すごい勉強になりました。よかったです、本当にこの車ですね、最初大きくて乗るの心配だったんですけど、意外と見晴らしも良くて運転がすごいしやすかったです。
そして何よりこの車と海のコラボレーションがすごい最高でしたありがとうございます。ありがとうございます。この2台の車なんですけど、これから何かしていきたいとかありますか？もっと見た目をがっつり変えたいなって、結構中はいろいろいじったので、例えば外装を全部オールペンしてなんかもう色をまるっきり変えてみたりとか、がっつりなイメチェンしたいなって思ってます。ズバリこの2台の組み合わせ100点満点中何点ですか100点満点です。満点出ましたやっぱり今この車があるおかげですごい自分の人生が豊かで、もうライフスタイルも憧れてた通りのライフスタイルを送れてて、2台とも絶対なきゃ生きていけないズバリこの2台の車乗り続けますか？はい、ずっと乗り続けたいと思います。今回はマイマイさんのスズキジムニーとシボレーシェビーバンで前編後編でお届けしました。今回は一宮の海からお届けしました。また見てくださいね。またね。